日本はお雑煮だとか、あとお野菜の煮たのとか。家のキッチンが狭いので取り回しがいいものを選んだっていう感じですね。因為我哋香港人或者廣東人好中意食水蛋，想試下呢一個咯。今も一人で作るっていうよりも母親にちょっと手伝ってもらいながら、分かんないところは教えてもらいながら。みんなで集まって食事するので、お正月のね、楽しみですね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。バターナイフ置いてます。じゃあバター道具コーナー行きましょう。ここがチーズの道具コーナーになりまして、今度ピーラー教えてください。ピーラー伝えますよ。じゃあ一緒にピーラーコーナー行きましょう。トングがちょうど正面にトングコーナーがあるんで、どうぞ。こちらのおろし金コーナーなんですけども、全部で料理道具だけで8500種類、いろんな道具がここにあります。その中で一番ご飯がこびりつかないしゃもじです。これ僕が今まで会ってきたアク取り機、目が詰まることがないんですよ。ずーっとアクを取り続けることができる。ここ来てもらうと 1cc 単位でお玉があるんですよ。6cc、7cc、8cc、9、10、11、12、13、14って 1cc 単位でお玉を作ってるのはおそらく世界中で飯田屋だけで 0.1cc の計量する道具ですね。これが一番小さいものになります。この 2000cc のお玉ですね。並べ替えたらもうすごいことになるわ。これが最小と最大です。これもあるお客様にとっては、僕さ 14cc のお玉欲しいんだけどない？いや、うちはね 17cc のお玉が欲しいんだけど飯田さんない？うちは 19cc 欲しいんだ、うちは 23cc 欲しいんだって。でもその方に話を聞いてみると、いや、うちはねラーメン屋さんなんだけど、うちの味が一番いい味になるのは 14cc のお玉を使った時なんだ。そのお客様の困りごとをいっぱいいっぱい集めて、その解決方法を表現しているのがこのお店なんですね。この刃までがカバーに隠れてたので、研げる範囲がこっちの方がなるほどなるほど。いいところまで研げるなと思ったんで、そういうことだったんですね。やってたなと思って。ここが狭いとボロボロにしちゃうんですよ、トーストを。でもここは広いんで塗るのにもいい。削る、切る、塗るってこの3つが全部できるよっていうのがありますね。はい、検討してみてください。ありがとうございます。100円ショップとかのトングってほとんどがもう200度には耐えられません。これ270までいけるんで、もう熱々グツグツの油でもいけるぐらいです。飯田屋でもう上から下まで全部キッチンバサミのコーナーがありまして、だいたい70種類ぐらいキッチンバサミがあるんですけど、その中で一番人気の商品で、一番万能にいろんな食材が切れるハサミです。一般的なキッチンバサミでは全く歯が立たない硬いかぼちゃが入っていかないんですね。無敵バサミの場合、硬いかぼちゃもご覧の切れ味。一方、柔らかくて滑りやすいプチトマトも綺麗な断面にカット。普通のキッチンバサミ。さらに皮が歯と歯の間に入り込みカットしにくい鶏肉も、この切れにくい皮の部分もスパスパ。その名の通りまさに無敵なんです。もう一番人気なのがこの蜂蜜スプーンなんです。蜂蜜を瓶からすくう時って、スプーンとかでやると思うんですけども、蜂蜜ってダラーンって垂れちゃうじゃないですか。でもこれを使うとダラーンって垂れちゃう蜂蜜が
0.2 秒でピッて止まるんです。いろんなお箸があると思うんですよ、世の中に。その中でも一番食材を滑らないでつかめるのがこのお箸ですね。本当普通のこれお箸でやると、これこんにゃくなんですけども、どうしても先端をつかむことができないんですよね。滑っちゃって。もうこんにゃくって特に滑りやすいので。でもこれじゃなくて、この本当に滑らないお箸、こちらでやると、こんにゃくで一番滑るのってこんにゃくのこの三角形の先端だと思うんですよ。この先端の部分ですらこんな風に滑らず持ち上げられます。飯田屋で一番人気のおろし金がこのエバーおろしですね。はい、これも飯田屋で開発した商品なんですけど、いろんなおろし金の中で一番食材を細かくふわふわにさせるのに特化したおろし金ですね。特に生姜の巣っておろすのすごい難しいんですよ。繊維がビローンって出ちゃう。そう、繊維だけが残ります。そう、あの繊維全部断ち切ります。実は僕が作った飯田屋のオリジナル商品なんです。それこそこのおろし金で一番大事になってくるのは、この刃の立ち上がりの角度なんですね。0.01 ミリ立ち上がった時にどうなるか、0.02 ミリ角度が上がった時どうなるか、0.03 ミリ、0.04 ミリという形で100分の1ミリ単位で刃を立ち上げていって、どこが一番ふわふわにさせる角度なのか、それを計算して作ったのがこちらになります。いらっしゃいませ。よくあるのはこの4面チーズ、ちょっとチーズ粗めになります。でこういうのとか結構ふわふわになるチーズおろしなんかもありますので、両方とも見てみてください。この間テレビで見たの早速購入させてもあらいました。ら嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、道具楽しんでくださいね。実際僕は料理道具って、それこそ100円ショップで売ってる道具も、百貨店で売ってる道具も、こういった専門店で売ってる料理道具もみんな同じだと思ってたんですよ。でもあるお客様が僕に質問してくれたのが、その時当時今250種類ぐらいあるけども3種類ぐらいしかおろし金なかったんですね。もう10年以上前です。その時にその3種類あるおろし金の中でどれが一番細かくふわふわになるのって聞いてくれたんですよ。でも僕は道具に対して全然興味がなかったんで、全く使ったこともないし使い比べたこともなかったんですね。実際に売り場の商品をお客様に大根すってもらって食べてもらったんですよ。そしたらばそのお客様は僕に言うんですよ。どれも全然柔らかくないじゃないかって、ふわふわにならないじゃないかって。でその時お客様が俺さって時間あるからこれ宿題にするから柔らかいふわふわになる食感の大根おろし金見つかったら電話してくれよって宿題にしてもらったんですね。いろんなおろし金を探してみるようになったんですね。で10種類ぐらいのおろし金を取り寄せました、工場から。で人生で初めて道具を使い比べたんですね。そんなに違うもんなのかなと思いながら。で使い比べたらば僕びっくりしちゃったんですよ。こっちのおろし金はすごく粗くなるなって、こっちは水がびしゃびしゃに出てすごい辛くなるぞ、こっちのおろし金はするとものすごいスピードでできるぞ。一個一個のおろし金がみんな性格も個性も違うし仕上がりの味も違ったんですね。で僕がすごいラッキーだったのが、たまたまその10種類ぐらいのおろし金の中に1個だけもうその他のおろし金とはレベルが違うぐらいふわふわになるおろし金があったんですよ。いいね、サラダに入れられるね、はい、ここまですごいと来てもらって、でそのお客様に実際大根すって食べてもらったらばもうニッコニコで「うわーこれだこれだ!」って言ってすごい喜んでくれたんですよ。僕の中で料理道具ってそれまでは安いか高いか小さいか大きいかしか違いがなかった道具なんです。でもそこで初めて僕は料理道具って
一個一個こんなに違うもんなんだって、こんなに違くて、それをお客様にぴったりと求めているものとつなげたらば、こんなにお客様喜んでくれるんだっていうのを知ったんですよ。いろんな世界中の200種類以上のピーラーを研究して一番切れる刃を開発したのがこのピーラーです。これも飯田屋のオリジナル商品ですよ。あるお客様からのクレームが原因だったんですね。でそのお客様から言われたのが、今飯田屋で一番切れるピーラーどれかって言って買っていただいたんですよ。それはこの商品を開発する前です。で実際にその時一番切れるものを買っていただいて使ってもらいました。でもその後後日クレームになってしまって、全然切れないじゃない、そもそも私には重くて持つことすらできなかった。なので私が当時一番切れると思っていたピーラーを作ってる工場にこんなお客様がいて、もっと切れ味がいい道具を探されてるんだけども作ることはできないですかって聞いたところ、断られてしまったんですよ。はい、もうこれ以上切れ味がいいものなんて求めてるのはその方だけですよ、そんなことやる必要ないんじゃないですかって言われてしまって、じゃあもう自分で作ろうって、そう思って開発したのがこれです。研究期間はもう5年近くかかりました。結構これはお客様の声がダントツいいのがこの子ですね。はい、多分喜んでもらえると思います。はい、炊飯器入れた瞬間違います。それぐらい変わりますね。スッて入ってきますよ。よかったのね、やっとこと鍋ですね。これ2つ鍋。お店寿司屋なんですけど、そう寿司屋の板前なんですけど、この業界6年いて、でもねこのねタイプの珍しい鍋はねあんま他のところ扱ってないんですよ。そう普通のってここにこうあるじゃないですか。これないんですよ。これねこれねこうやって持つんですけど、こうやってねこうやるの。これね火にかけられるんで、木のやつって絵がえるやつはここの柄の部分がだんだん劣化していくんで、こっちの方が持ちいいんですよ。これはですね、先々代、僕のおばあちゃんにあたるんですけども、うちのおばあちゃんに似てるっていうのでひろこさん人形っていうお人形なんですよ。うちのおばあちゃんの名前がひろこっていう名前で、おばあちゃんが4代目になりますね。おばあちゃんの料理は絶品です。大好きな料理。やっぱ僕ね、とんかつ好きでした。おばあちゃんのとんかつが美味しいんですよ。売り場は今ありますね。それこそ僕たちの飯田屋にあるお客様がいらっしゃってくれて、でその方が、ね、お兄さんってケーキの型はどこにありますかって、そのお客様が僕に聞いてくれるんですね。これってさ、材質は何でできてるんですかって、アルミなんだと思ってお客様にこちらアルミニウムですって、じゃあこっちはって、こっちはステンレススチールなんですよって。そしたらですね、その後お客様が僕になんか魔法の呪文のようなことを言ってくるんですね。はい、これってクロームは何%含有していてニッケルは何%含有しているのって、金属成分の詳しい話をしてくるんですよ。で僕は料理道具に全くその時興味がなかったし、クロームって何、ニッケルっていうのは何のことなのか全然分からなくて、そしたらばそこからですね、もう地獄のような時間が始まるんですね。こっちはって、ね、これはって全部聞いてくるんですよ。でさぞかしこのお客様は有名なお店でお菓子を作ってらっしゃるパティシエの方なのかなって思ったんですね。どこのお店でやってらっしゃるんですかって聞いたらば、その方が笑いながら、いや
僕ねケーキなんか作ったことないんだよって言われたんですよ。いや僕ねってケーキは作ったことないんだけども、実は僕の子供がさってちょっと特殊な金属アレルギー持ってるんだよねって。で小麦アレルギー用のケーキなんていくらでもネットの通販で買えるし、牛乳アレルギー用のケーキなんかいくらでも手に入るんだよって。でも僕の子供の金属アレルギーの克服するケーキって美味しいのもないしあんま売ってないんだよねって。自分の子供が大きくなる時にケーキの美味しさも知らずに大きくなるってすごい悲しいでしょって。だから僕が作ってあげたいと思って専門店に来たんだよっておっしゃられて、でそのお客様は結局何も買わずに帰っちゃったんですよ。で僕はそこがすごく自分の恥じて恥ずかしくて、なんで今まで僕は暇だ暇だお客様が来ないから暇だって言ってたぐちぐち言っていた時間に道具1個調べることもしなかったんだろう。あんなにいっぱい時間を持て余していたのになんで1個の道具を使うことをしなかったんだろうって自分自身をすごく恥じたんですね。それから一個一個の道具を調べるようになったし、一個一個の道具を使うようになりました。で使えば使うほど道具のことを僕は知るようになって、でお客様にそのことを話すとみんな「あ、そうなんだ」ってニコニコしてくれるようになったんですよ。実際いまだにその時に帰ってしまうとお客様には会えないでいます。これがねその方の結構ステンレス系の、金属の中に含まれるある含有してるもので、そういった方でもこれだったらば使えるんですよ。その方がいつ来ても大丈夫ですね。声を大きくしてここですって言えますね。これがさっきピーラーの刃が長持ちするコツの日本語バージョンと英語バージョンよかったら見てみてください。はい、いつもありがとうございます。またお願いします。我不喜欢逛精品店，所以我喜欢逛这种店，因为那个就是穿在皮肤上面的东西，我喜欢吃进肚里的东西。自己就是忙很久做了一顿饭，那样吃起来很开心。And it's shocking that in Hawaii, a lot of the guys do the cooking and not the girls. We can do any kind of ethnicity. It could be Korean, Chinese, Japanese. We do Indian, Mexican. Yeah, so we pick a theme and everyone comes and brings a little bit of type of food to the whole house. You know, good food, good friends, good time. Yes, I look chubby, chubby, chubby. Yes. I think it's just a lot of food. これ無印であって小さいまな板の売り上げが年々どんどん増えてるんですよ。それは家族を持たない一人暮らしのお客様がどんどん増えてるからになりますね。料理って昔はもう食べなきゃいけない、料理自体がその生活の必需品だったと思うんですよ。でも今ってウーバーイーツとか安く食べられる外食チェーン店とかネットの世界ではいろんなレシピサイトがあったり、その料理が必需からエンタメに変わってるんじゃないのかなって思うんですよ。だから寂しさってもしかしたらば感じる瞬間も多々あるかもしれないんですよね。ただその料理をすることの楽しさっていう側面が過去に比べてもどんどん今増えてるんじゃないのかなっていうふうに思います。世界的にも在庫回転率が大きな指標になります。でもあんまり売れてないけども、あるお客様を猛烈に感動させて、うわこれ欲しかったやつだ、うわこれ欲しかったんだよって
あんまり数字的には売れ行きにはならないかもしれないけども、でもお客様を喜ばせることができる商品の可能性があるんですよね。そういった在庫回転率という指標ではあまり優秀じゃなくて、世の中のいろんなお店に置かれなくなってしまった商品、そういうのでも飯田屋はお客様を喜ばせるために在庫していきたいんですよ。上から下まで全部左利きの方のために作った料理道具コーナーなんです。それこそこういった左利き専用のお玉とか、左利き専用のヘラとか、左利き専用のピーラーとか、あと左利き専用のキッチンバサミ、左利き専用のしゃもじとか、左利きの方専用の温度計なんかもすごい人気です。温度計は特に珍しいかもしれないですね。左手で持った時にここ入れて、鍋に入れて出す時に左手で使っても温度が見えやすいんですよ。なるほど。でもこれは左利きの方でも使いやすいような配慮がされています。左利きの売り上げは全体の売り上げの何%に占められていますか？もう全体の中でいくともう 1% 以下です。来てくださったお客様がそうそうこれ欲しかったんだよってもう満面の笑みで驚いてくれる、そんな風な在庫によってもう仰天させる。今日は何を買いに来てここに来ましたか？アイスのディッシャーを、アイスコーヒーにバニラアイスを乗せるためと、アイスを大きなカップで買った時に、これで作って提供するっていうか、家族に出す。これでこれとこの大きさを迷っていて、でこれにしました。やっぱり美味しいし、その季節のフレーバーがあったりとか、外れがない嫌なことがあってもアイスを食べれば元気になるっていうか、冷蔵庫には必ずアイスがあるとか、なんか一つのコミュニケーションツールみたいな感じ。普通のボールってこんな風に薪があるんですよ。ここに水がたまる。わかります。これがまかないボールなので、ここ水たまること絶対ないです。あとね、これもう一個いいところがあって、注ぐ時にどっからも注げるんですよ。じゃがいもが剥きやすいピーラーってできるだけ幅が短いか、もしくは縦型のピーラーなんですよ。すごく両ギザ刃っていう製法でいろんな食材に使えますね。あと切れ味も長持ちしますね。そもそも僕は飯田屋で働く中で雨の日が嫌いだったんですよ。雨の日ってお客様の数も少ないし、仕事もしにくいし、雨の日は僕は大嫌いな日だったんですね。でもそんな雨の日にたまたま来てくれたおばあちゃんがいたんですよ。で、私ね、今日ね、いろんな道具買いたいと思うのって、だから一個一個教えてって言われて、あ、大丈夫ですよ、一緒に選びましょうって言って一個一個選んでいくんですよ。でその方はフライパンも一緒に選んだ、でお玉も一緒に選んだ、包丁も一緒に選んだ、まな板も一緒に選んだ、ハサミも、いろんなものを一緒に選んで買っていくんですね。私ね、老人ホームに行くのって、今までずっと過ごしていた家はガス火だったんだけども、でもその老人ホームは IH なのって、だから今まで使っていた愛着のある道具はもう全部使えないのって、だから新しい老人ホームでこれからずっと使える道具だけを買いにここに来たのよって、私ねって今日来たのはもう人生できっと料理道具専門店さんで道具買うことなんてないから、人生で一番最後の買い物と思ってここに来てるのよっておっしゃってくれて、今日だったらば、雨の日だったらばあなたとゆっくりお話ができると思って今日選んだのっておっしゃってくれて、なんか僕はもうその時にもう泣きそうになってしまって、めちゃめちゃうるっときてしまって、
でその方はもう細身の小柄な女性だったんですよ。でもこんないっぱいの道具を買って持ち帰った。で雨の日なんで僕は送りますよって言ったんですよ。でもその方はもうこれは人生最後の買い物だから私は自分で手で持って帰りたいのっておっしゃって、雨の中タクシーで帰ってきました。それこそ雨の日って嫌な日なんですよ。なんでかっていうとお客様が少ない日だから。でも今って雨とか雪の日ってそれはそれでいい日なんですよね。お客様が少ないってことは一人一人のお客様にちゃんとお話を聞いたり、やっぱり晴れの日もいい日、今思うのは雨とか雪の日もいい日